こんなに薄いピントで撮れるんだっていうことと、あとそれを AF が追っかけてくれるんだなっていう、そのことに驚きでしたね。なんていうの、新しいことが始まるんだっていう感じ。この、1.0 って、夢ものすごく薄い深度なので、ボケのグラデーションがこう無限にあって、その中でピントの面だけ薄くパッて浮き上がってくるっていう感じ。これ見たことのない感覚ですね。コサイン誤差ってよく言われますけど、このカメラ振ったことで少しだけ距離が出るとか、あとよし来たぞって言って体に力が入って少し体が前に出るとか、もうスナイパーとかのレベルでちょっとずれた時にもうピントが合わないんですよね。だから最初にこいつはすげえぞと思ったけど、それを自分の写真でどうやって使えるのかっていうところが、挑戦であり楽しみでもありました。社会深度がこれぐらい浅いと、それこそ10メートル15メートルっていうところにピントを置いても前後にボケの範囲が出るんで、立体感と遠近感がすごく出るっていうのは、今までにない表現ができたかなと思います。引いて撮ってるのにその部分だけがパンって立ち上がるような感じがあります。だから見る人にここ見てくださいねなんて言わなくても写真が全部を語ってくれる。これまでにいろんなレンズ何十本何百本でレンズ使ってきたかもしれないですけど、経験したことのないことだ。すごい AF が、使える、多分 AF1.0 で AF が使えるレンズ世界でこれしかないと思うんですけど、もう僕がどんな職人芸でも合わないピントの食いつきと粘りがこれで実現できるっていう、ほとんど奇跡です。こんなの本当にすれ違いざまですから。だから AF のおかげで、より、進化したっていう感じです。夜の暗い時に胴体動いてるものとかコントラストの低いものとか、そういうものを撮っていく時、もうオートフォーカスを信じる方が、信じるっていうかオートフォーカスを使いこなしてやる方が圧倒的に信頼できるんだなっていう感じです。ピントはお前に任せたぞっていう感じ、俺は構図やるからなっていう感じですかね。ボケ自体が綺麗ってことはすごく大事で、このレンズのボケってちょっとだけ周辺がグラデーションするっていうか、水彩絵の具を筆でにじましたみたいな感じになるんですよ。輪郭がこうエッジが立たないっていう、その感じで背景がさーっと溶けて流れていくみたいな感覚が出るんで、それすごい綺麗でした。普段は背景に美しいものとか、取材が抜けが良くなるもの選んできてるわけですけども、このレンズに限って言えば、そこをこう溶けるように逃がしてくれるんで、主題を中心に写真を撮っていけるっていう感じで、これは考え方を変えて新しい写真に挑戦できるかもっていうワクワクがありました。でも雨の東京を再評価したいっていう感じですかね。世界の写真家がディストピア的ってよく言いますけども、ブレードランナーみたいな感じで意外と撮ってる人いるんですよ。でその感じじゃない、みんなが日常に通勤してる時に見る帰りの道で見るような東京の夜景をきれいに撮りたいっていう、そのチャレンジをこのレンズならできるかなっていうのが、試みでした。僕今回銀座有楽町とかあたりをメインに歩いたんですけど、50ってめちゃめちゃいい焦点距離なんだなっていう、このフレームで見ると街ってきれいに切り取れるんだなっていう感じです。ものすごく早く行き交う人とかがすごいゆっくり見える瞬間があるんですよね。それ例えばボール上に投げると、速いけど一番高いところって一瞬止まりますよね。その
動きのピークっていうのがあらゆるものにはあって、その瞬間だけはゆっくり見えるっていうか止まって見えるんですよ。でその瞬間を切り取っていきたいっていう感覚です。街がいろんなものを奏でてくれてるところにスッと入り込んでいって、たまたま通りかかった人とかすれ違った人と一緒に何か美しいものを作りたい、それを写真で見せたいっていうのがあります。多重露出で、F2 で柔らかいボケを作っておいて10で実像の方を撮ってみるとか、そうやって2枚の間で絞りの数値を変えるとボケとあと立体感とあと遠近感とかも全部変わってくるんで、より日常を見てるカオスな街並みを1枚の写真に美しく昇華するっていうのが、目標になっています。今までのレンズにないところだと思います。その一枚一枚をきちんと丁寧に撮っていこうってまず思うっていう感じが写真を撮るにあたってはすごい大事なことで、精神的な意味で言うともうネクタイをキュッて締めてここにポケットチーフ刺すような感じで、今日は決めるぞっていう感じでこれ1本だけ持って勝負に出るっていうのは最高にワクワクするだろうなっていう。これだけ暗いところでストリートでスナップを撮っていても AF が迷うってことがほとんどなく、しかもほとんどが感度160とか200っていった感度で写真が撮れるっていう、それはもう未知の領域です。そのハイテクノロジーのスニーカーとかが人の世界記録を上げていくみたいに、これは人の持っているパフォーマンスをより高いところに引き出すようなレンズなのかなっていう気がします。